皆さんこんにちは。卓球の世界へようこそ。今日は普段私たちが何気なく手にしている卓球ラケットのブレードについて、どこよりも深け、どこよりも徹底的に掘り下げていきたいと思います。ケンジさん、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。みさきちゃん、卓球のラケットって一見するとただの板切れや数枚の木の薄い板、ベニヤを貼り合わせただけの水にシンプルな用具に見えますよね。お店の棚に並んでいるラケットを見比べても、どれも同じような木目の板じゃないのと思われる方が多いかもしれません。本当にそうですよね。見た目はどれも同じような茶色やベージュの木なのに、実際に入門用から上級者用まで打ってみると打球感が全然違います。ポコンと柔らかく手元に響いてボールが吸い付くようなラケットもあれば、カチンと金属的で鋭い音がして一瞬でボールを弾き出すラケットもあります。弾ませたいのか、台の中に収めたいのか、強烈な回転をかけたいのかで全く別の道具になりますよね。そうなんです。一般のメーカーのカタログやベテランプレイヤーの会話では、打球感が手に響くとか、手持ちが良い、ボールをつかむ感覚がある、弾きが鋭いといった感覚的で定性的な言葉で説明されがちです。しかし、材料価格の観点から見れば、本質はそこだけにとどまりません。木材の解剖学的構造、例えば導管や仮導管の配置、細胞壁の厚さ、気管密度ロー、ヤンカオード FJ、 さらには曲げ弾性率や内部摩擦による振動減衰能力といった物理パラメーターの完璧な組み合わせによって、打球パフォーマンスは数学的力学的に完全に定義されているんですよ。数学的力学的に完全に定義されている。感覚だと思っていた打球感がそこまで科学的に解明できるなんて驚きです。今回は具体的にどんな深さで解説していただけるんでしょうか。はい、今回はラケットを構成する層別構造、つまり上板、添え板、芯材、それぞれの力学的な役割分担の精密なメカニズムから始まり、卓球ラケットに使用される主要な全26樹種の解剖学的物理的特性、さらには現代のプラスチックボール時代におけるプレイスタイル別の理論的最適解まで超濃密に解析していきます。全26種も登場するんですね。自分の使っているラケットの木材や憧れのプロ選手が使っているブレードの秘密が全部明かされそうでワクワクします。動画をご覧の視聴者様がご自身のプレイスタイルに最適な運命の一本を材料科学の視点から選べるようになる完全保存版の解説をお届けしますので、ぜひ最後までじっくりとお付き合いください。それでは早速ですが、今回の解説の全体像となるエグゼクティブサマリーについて教えていただけますか？はい、まず結論からお伝えすると、卓球ラケットの打球感や跳ね返り性能、回転のかかり具合は単にどんな木材を使っているかだけで決まるのではありません。どの層にどの物理特性を持つ木材をどのような繊維方向と厚みで組み合わせて積層しているかという構造力学のシナジーによって生み出されているという点です。木材単体の性能だけなく積層構造のシナジーですね。根分析から得られた主要な科学的発見には具体的にどのようなものがあるんでしょうか。大きく3つの重要な物理的メカニズムにまとめることができます。1つ目は最表面の上板に高密度、超高高度の木材を配置した際に発生する金床効果です。上板の局所的な変形を排除することで、上に貼られたラバーのスポンジとシートの弾性変形エネルギーを 100% 引き出し、爆発的なボール初速を生み出します。2つ目は添え板メディアルプライに直行積層された針葉樹などを配置することで生じる曲げ合成と先弾力の制御です。これがラケット全体に強力なしなりとバネ効果を与え、現代卓球で最も重要なトップスピンの回転量と描く弧線を決定づけています。3つ目は芯材コアプライの細胞空撃率と密度がブレード全体の自重、断面完成モーメント、そして手元に届く振動の減衰スピードや周波数帯域を完全に支配しているという点です。なるほど。たった数ミリの板の中で上板、添え板、芯材がそれぞれ全く違う物理的アプローチでボールと攻防を繰り広げているんですね。その通りです。本解説では
バルサやキリといった超軽量低密度材からリンバやスプルース、ヒノキといった伝統的粘弾製材、さらにはローズウッドやエボニー、黒炭、果てはシリカ結晶やテルペノイド抽出成分を含む神秘の禁止南北ゴールデンフィービーまで全26種の解剖学的物理的データを網羅しています。スクリプトに掲載されているウッドタイプス&マテリアルズ・フォー・テーブル・テニス・ブレイズや TT ブレイズデータベースなどの最新知見も踏まえながら各論で徹底的に分解して解説していきますね。ここからは各論に入っていきます。まずはボールが打突するラバーのすぐ下、最表面にある上板、表面材にあるアウタープライの力学的な役割について詳しく解説してください。はい。上板は厚さわずか 0.5 ミリから 0.8 ミリ程度という非常に薄い木質ベニヤであることが多いのですが、インパクトの瞬間に最も局所的な集中応力を受ける極めて重要な層です。ここで起きる最もダイナミックな物理現象が先ほど少し触れたカナトコ効果、アンビル効果なんです。カナとコクか。鍛冶屋さんが熱い鉄を叩くときに下に敷くずっしりと重くて硬い金属の台座のことですよね。それがラケットの表面で起きているんですか？まさにその物理的アナロジーです。金属加工において台座が柔らかくてハンマーの衝撃でへこんでしまったら叩いたエネルギーが逃げて鉄をうまく変形させられませんよね。卓球のインパクトでも全く同じことが言えます。上板にウォルナットやコト、あるいはローズウッドやエボニーといった基幹密度が高くヤン化硬度の非常に高いハードウッドを採用すると、ボールが衝突した衝撃で上板自体がミクロレベルで局所的にへこんだり変形したりするのを強力に抑え込みます。木が変形して衝撃を逃がさないということは、そのエネルギーはどこに行くんですか？逃げ場を失った衝撃エネルギーはすべて上層のラバー、スポンジとラバーシートの弾性変形としてストックされます。ラバーが限界まで深く沈み込み、その強力な高分子ゴムの複群エネルギーが直接ボールへと 100% 還元されるんです。結果として球離れが極めて速くなり、スイング速度が速くないプレイヤーでも少ない筋力で爆発的なボール初速、イニシャルベロシティを弾き出すことができるようになります。なるほど。じゃあ逆に上板にリンバやヒノキのような中硬度や軟質の木材を使った場合はどうなるんですか？柔らかい木材を上板に配すると、インパクトの瞬間に上板自体が微小にへこむように組成弾性変形します。するとボールとラケット表面との接触面積が物理的に広がり、ボールがラケットにとどまる時間、つまり滞留時間、デュエルタイムが数ミリ秒単位で伸びるんです。これによって擦りつけるような摩擦力が極限まで高まり、スピン性能と繊細なボールコントロールタッチが手に入ります。上板1枚のコート選択が初速重視か回転重視かを決定づける最大の分岐点になるわけです。上板だけでもそれだけの役割があるんですね。では上板と芯材の間に挟まれている添え板、中間材はどんな働きをしているんでしょうか？添え板は上板が受けて分散させた衝動荷重を芯材へとスムーズに受け渡す橋渡しの役割を持ちつつ、ラケット全体の曲げ合成、ベンディングスティフネスと先端合成、シアースティフネスをコントロールする、まさにブレードの骨格、脊髄と言えるそうです。骨格ですか？合板ラケットって木の繊維の向きを1枚ごとに90度変えて交互に貼り合わせていますよね。これにはどんな力学的な意味があるんですか？それを専門用語で直交積層構造、クロスラミネーションと呼びます。木材という材料は幹が伸びる繊維方向、平行方向には非常に引っ張りに強く硬いですが、繊維と直角な方向には割れやすく柔らかいという強い違法性を持っています。もし繊維方向を揃えて重ねたら、ラケットは縦方向にすぐ折れてしまいますし、打球時に不快な変形、歪みが生じてしまいます。直交積層にすることで縦横の強力を均一化させ、打球時の不規則な変形を完璧に防いでいるんです。なるほど。縦と横の木目が互いに補い合って均一で強靭な板を作っているんですね。その通りです。特にポピュラーな5枚合板構造において、添え板はブレード全体が大きくたわむしなり、フレクチャーを生み出すメインエンジンになります。ここにスプルースのような高弾性な針葉樹を配置すると、打撃時にブレード全体が一度ぐっと深くたわみ、一瞬遅れて猛烈な勢いで元の形状に戻ろうとします。この復元力がバネ効果となって、放たれたドライブボールに凄まじい前進回転と沈み込むような推進力を与えるんですよ。
続いて、ラケットの最も内側にある芯材、中心材と合板ではない1枚の板でできた単板構造について教えてください。芯材はブレードの全厚さ、例えば 5.8 ミリから 6.5 ミリの約 50% 以上を占める最大の層です。ラケット全体の構造的な強度や曲げに対する断面完成モーメントを支える文字通りの土台ですね。ここにバルサやキリといった低密度で超軽量な木材を配置することによって、ラケットの厚みを確保して曲げ合成を高めつつ、総重量を 80g から 90g という人間が高速で振り抜ける適正重量に抑えることができるんです。厚みを増すとラケットは硬くなって飛びやすくなるけど、重くなったら振り遅れてしまいますもんね。芯材で軽量化を図りながら厚みを稼ぐのが設計の肝なんですね。まさにそうです。さらに芯材の内部にある細胞空気率や密度の違いは、ボールを打った際に発生してグリップから手に伝わる一次振動の波形や減衰スピード、いわゆる手応え、打球感を劇的に変えます。一方で接着層、グルーラインを一つも持たない単板構造はどうでしょうか。単板といえば、ペンホルダーの選手などが使うヒノキ単板が有名ですよね。合板とは何が違うんですか？単板構造では、ボールが当たった瞬間の衝撃波が移材するの接着剤の膜で反射屈折されることなく、木材の連続した繊維に沿ってそのまま直線的リニアにグリップへと駆け抜けます。そのため接合面での減衰が一切なく、まるで自分の手花で直接ボールを打っているかのような生々しい直感情報が得られるんです。ただし積層による違法性補強がないため、木材そのもののヤン化高度や気管密度がラケットの耐久性や打球性能をダイレクトに左右することになります。ここからはレポートに記載されている主要26樹種について各グループごとにじっくり解説していただきましょう。まずは超軽量低密度芯材樹種のトップバッター、泣く子も黙るバルサ材です。はい、バルサ、学名オクロマピラミダーレですね。物理スペックを見ると気管密度ローイコール 0.10 から 0.20 グラムパーセンチメートル3乗、ヤン化高度 FJ イコール67から 90lbf と、卓球ラケットに使われるあらゆる木材の中で群を抜いて低密度で柔らかい超軽量材です。ヤン化高度が67から 90lbf、他のハードウッドだと2000を超えますから、もう桁違いに柔らかいですね。どうしてそんなに軽いんですか？バルサの顕微鏡写真を見るとわかるのですが、細胞壁が極めて薄く、細胞の内部が膨大な空気の部屋、空気機になっている多孔質構造をしているからなんです。この構造により超軽量ラケットの芯材として絶大な威力を発揮するのですが、多球特性として非常にユニークな非線形反発特性、いわゆるトランポリン効果を示します。非線形反発特性、難しそうな言葉ですが、具体的に打球はどう変わるんですか？簡単に言うと、弱い力で打った時と強い力で打った時で全く別のラケットに化けるということです。つっつきやストップ、バンブータッチのような弱いインパクトの時は、空気機だらけの多孔質構造が衝撃をクッションのように吸収してネット際にポトンと短く収まります。しかしスマッシュやフルスイングの強打をした瞬間、潰れた細胞が一気に元の形に戻ろうとして激しい弾性を発揮し、突発的な超高速ボールを弾き出すんです。この落差がバルサ最大の魅力ですね。次は日本のラケットでもおなじみのキリと、世界のラケット市場を牛耳るアユースですね。キリ、学名ポーローニアトメントーサは、気管密度ローイコール 0.25 から 0.30 グラムパーセンチメートル、ヤン化高度 FJ イコール300リブフを誇ります。バルサに次ぐ軽量性を持ちながら、細胞組織のねじれ合成に優れており、打撃時に発する不快な高周波のビリビリとした振動をきれいにカットしてくれる性質があります。日本やアジア製の攻撃型ラケットにおける標準的な芯材として長年絶大な信頼を得ています。確かに国産のラケットの側面を見ると、真ん中に真っ白で綺麗なキリの芯材が入っているのをよく見かけます。重い特殊素材、カーボンやアリアレートや高密度のハードウッド上板を積層しても、芯材がキリなら総重量を 85g 前後のベストバランスに収めることができますからね。そしてもう一つの絶対王者樹種がアユース、学名トリプロキトンスクレロキシロウンです。アバチやサンバとも呼ばれます。
気管密度ロー約 0.38g/cm 3乗、ヤンカコード FJ 約 430lbf です。卓球メーカーのカタログや新天スポーツなどの用具解説記事でも絶対に名前が出てくる超有名剤ですね。まさに市場に流通している卓球ラケットの 90% 以上に使われていると言っても過言ではない万能の木です。極端に軽いバルサやキリと違って適度な自重があり、何より弾性復元力、エラスティシティが非常に高い。薄くスライス加工しても繊維が裂けにくい柔軟性があり、芯材、添え板、上板のどこに配置しても優れたパフォーマンスを発揮します。打球感がマイルドで手元に心地よい手応えが残り、前陣でのブロックやカウンターの安定性を劇的に引き上げてくれます。続いての超軽量低密度グループはポプラとバスウッド、シナノキですね。ポプラ、学名ポプラス SSP は気管密度ロー約 0.45g/cm 3乗、ヤンカコード FJ 約 430lbf です。物理スペック的にはアイウスや後述するバスウッドに非常に近く、加工性が抜群でコストパフォーマンスにも優れているため、エントリーモデルからオールラウンド用ブレードの芯材や外板として広く使われています。癖がなくて素直な打球感が得られる木材なんですね。はい、突飛な弾み方をせず、打った分だけ素直に飛んでいくため、自分の力でボールをコントロールする感覚を養うのに最適です。そしてタッキルの歴史を語る上で欠かせないのがバスウッド、学名ティリア・アメリカーナです。気管密度ローイコール 0.42g/cm、ヤンカコンド FJ イコール 410lbf です。バスウッドって伝統的な木材なんですか？なんと50年以上にわたり卓球ラケットの基幹材料として愛され続けている超ベテラン樹種です。均一で非常に密度の揃った微細繊維構造を持っていて、相手の強力な打球のエネルギーを適度に殺してくれる飛びすぎを抑える高い精度性、コントロール性能が最大の特徴です。台の近くでピタッと収めるカウンタードライブ主戦型のプレイヤーや、基礎をしっかり身につけたいビギナー向けブレードに今なお重宝されています。ここからは人気カテゴリーである中高度粘弾性添え板上板樹種に入っていきます。その第1弾はヨーロッパ製ラケットの代名詞リンバです。来ましたね。リンバ、学名テルミナリア・スパーバは気管密度ローイコール 0.45 から 0.55g/cm 3乗、ヤンカコード FJ 約 490lbf、範囲としては490から 670lbf を誇る西アフリカ原産の木材です。スウェーデン製をはじめとするヨーロッパのドライブ主戦型ブレードにおいて王座に君臨し続ける上板材ですね。リンバを表面に使ったラケットってボールを打った時にギュッと掴むような食いつき感があって、すごく回転がかけやすいですよね。素晴らしい感覚です。リンバは適度な粘弾性と柔軟性を絶妙なバランスで持っていて、ボールが衝突した瞬間に表面がしなやかに歪んでボールを抱え込みます。これによってドライブの回転量が劇的に増えるんです。さらに素晴らしいのが打球時の音です。衝撃波が内部を通過する際にパカンという高高くて心地よい打球音、つまり音響フィードバック、アクースティックフィードバックを生み出します。音がいいラケットって打っていて本当に気持ちいいですし、自分の打球が芯を食ったかどうか音で判断できますもんね。まさにそれこそが音響フィードバックの力です。自分の手応えと耳からの情報が一致することで、プレイヤーは安心して振り抜くことができる。現代のトップドライブ型プレイヤーから絶大の支持を集める理由がここにあります。続いて後半の内部でシナリオを生み出したり、絶妙な打球感を整える中高度な木材たちを一挙に紹介してください。まずはスプルース、頭皮、学名ピーチア・アビエスです。気管密度ローイコール 0.40 から 0.45g/cm 3乗、ヤンカコード FJ イコール350から510リブフォース。バイオリンなどの弦楽器の表板としても有名な針葉樹ですね。年輪幅が狭くまっすぐ通っており、曲げに対するエネルギー復元力が抜群に高い。主に5枚合板の添え板、中板として配置され、ブレード全体のしなりを一気に弾き返す強力なバネ効果を提供します。スプルースが中間に入っているからこそ、伸びあるドライブが打てるわけですね。その通りです。
対照的なのがアニグレ、学名ポーテリア SPP です。気管密度ローイコール 0.54 から 0.57g/cm 3乗。ヤンカコード FJ イコール740から 990LFB。こちらは硬質でソリッドな組織を持ち、究極のコントロールウッドで呼ばれます。無駄なたわみや弾みを抑え、ミリ単位の正確なボールタッチを可能にします。ダグラスファーやメランティ、アワン、アコシカもそれぞれ独自の役割があるんですよね。はい、ダグラスファーはスプルースに似たしなやかな復元力を与え、メランティは均一な組織でブレード全体の反活の個体差をなくします。アワンは霧などの柔らかい芯材を補強する緩衝材として働き、アコシカは高い密度によってカツンと引き締まった硬質なレスポンスと明確な響きをもたらします。そしていよいよやってきました。日本の卓球界、いや世界の卓球界で最も神聖視されている針葉樹単板オモトイカ樹種、そう、ヒノキの登場です。最高峰の木材、基礎ヒノキ、学名チャマパイリスオブトゥーサですね。気管密度ローイコール 0.43 から 0.46g/cm 3乗。ヤンカコード FJ イコール500から 800LBF です。樹齢数百年の基礎天然ヒノキは年輪が極めて密で、細胞内に天然の精油成分、油分をたっぷり含んでいます。ヒノキ単板のラケットって吸い付くような打球感なのに、強打した時は驚くほど飛ぶって言われますよね。あの独特の感覚の秘密はどこにあるんですか？それこそがヒノキの真骨頂である非線形反発特性の究極形です。薬打時には細胞内に満たされた天然油分と柔軟な細胞壁がクッションとなってボールを優しく包み込み、最高の球持ちと繊細なタッチをもたらします。しかし強打時には衝撃圧縮によって細胞壁が一瞬で合体化し、蓄えられたエネルギーを短時間で爆発的に解放して、ものすごい初速と強烈な全身回転を生み出すんです。包み込む優しさと一瞬で弾き飛ばす力強さが一つの木材の中に同居しているなんて。まさに自然が生み出した奇跡の材料ですね。単板ペンホルダーラケットの頂点として愛されるのはもちろん、特殊素材を使った合板の上板としても超一流の性能を発揮してくれます。ヒノキの素晴らしさはよくわかりましたが、希少なヒノキの代替素材として北米で開発された木材もあるんですよね。はい、ウエスタンレッドシーダー、ヨベスギやポートーフォードシーダーですね。気管密度ローイコール 0.37g/cm 3乗。ヤンカコード FJ イコール 350LBF ですね。ポートーフォードシーダーってヒノキにすごく似ていると聞きました。植物学的にもヒノキ科に属していて、ヒノキに非常に近い解剖学的特性を持っています。非常に美しく揃った正目を持ち、ヒノキよりもやや軽量ローイコール 0.37 でありながら、柔らかな打球感と心地よい打球音を提供してくれます。特に単板ラケットや軽量合板の上板として、ヒノキに負けまい素晴らしいフィーリングを発揮してくれる優秀な樹脂です。ここからは全人速攻型やアリレートカーボンなどの特殊素材ラケットと相性抜群の高質、高初速、攻撃型上板樹脂に入っていきます。まずはコトとウォルナットから解説をお願いします。コト、学名プテリゴタマクロカーパは気管密度ローイコール 0.60 から 0.65g/cm。ヤンカコード FJ 約 950LBF。西アフリカ原産の硬質材で、一張強度と圧縮強度が非常に高い。打球時にカチッとカリッとした非常にクリスピーで鋭い感触を生み出します。玉離れが圧倒的に速いため、アウターカーボン、最表面のすぐ下にカーボンがある構造の上板コで世界中のトッププロから絶大な人気を誇ります。カチッとしたクリスピーな打球感はコト由来だったんですね。では、アメリカンブラックウォルナットはどんな特徴があるんですか？アメリカンブラックウォルナット、学名ジュグランスニグラは気管密度ローイコール 0.60 から 0.66g/cm 酸性、約 630kg/m 酸性。ヤンカコード FJ イコール 1010LBF です。ウォルナットの材料科学的な最大の面白さは、導管の内部にチロースと呼ばれる風船状の閉塞組織がぎっしりと発達している点なんです。チロース構造？それが打球にどんな影響を与えるんですか？チロースによって木材内部の隙間が埋まるため、
湿気による変形が起きにくい極めて高い寸法安定性を獲得します。そしてインパクト時には強固な金床効果、アンビル効果を発揮してボールの初速を飛躍的に引き上げます。同時にチロースの細胞境界が衝撃時の不快な高周波振動を自ら吸収する高い振動減衰能、内部摩擦を持っているので、手に嫌なビリビリ感を残さず、ソリッドで力強い手応えだけを伝えてくれるんです。相手のどんな強力なパワーボールにも打ち負けない重厚でタフな上板材たちも魅力的です。まずはホワイトアッシュ、タモ、学名フラクシナスアメリカーナスね。気管密度、ローイコール 0.60 から 0.66g パーセンチメートル3乗。ヤンカコードはなんと FJ イコール 1320lbf。野球のバットにも使われる頑丈な木材で、緩鋼材構造由来の強靭な合成を持っています。相手の威力あるドライブを前陣でそのまま押し返すカウンターやブロックで、絶対にラケットが負けません。1320ポンド。一気に高度が跳ね上がりましたね。マホガニやパドゥクはどうでしょうか？マホガニ P プロ 0.57g パーセンチメートルキューブ FJ イコール 830lbf はリンバの玉持ちと琴の弾きの中間をいく絶妙なコントロール性と美しさを持っています。そしてパドゥック、学名プテロカーバスソヤウ基地、気管密度 P プロ 0.79g パーセンチメートルキューブ、ヤンカコード FJ イコール1725から 1970lbf に達する鮮烈な赤色が特徴の超硬質材です。曲げ強度がすまじく、ボールを弾き出す圧倒的な推進力を与えてくれます。さらにプランチョネロという高比重高高度な樹脂もあって、インパクト時の衝撃エネルギーを一滴も無駄にせず、すべてスピードへと変換してくれるんですね。ここからは現代卓球において欠かせない超高密度高高度ハードウッド樹脂です。ローズウッド、シタント、エボニー、黒炭ですね。かつてのセルロイドボールから現在のプラスチックボールに移行したことで、ボールの回転量と飛距離が物理的に低下しました。その減衰したスピードと回転を木材の力で補うために、一気に時代の主役に躍り出たのがこの高級ハードウッドたちです。ローズウッド、シタン、学名ダルベルギア SPP は気管密度ローイコール 0.80 から 0.90g パーセンチメートル3乗。ヤンカコードは FJ イコール1780から 2440lbf に達します。ヤンカコード2000オーバー、カチカチじゃないですか。カチカチです。表面でのエネルギーロス、歪みによるエネルギー吸収が極限までゼロに近づくため、打った瞬間に猛烈な初速でボールが飛び出します。そして卓球ラケットに使われる全樹脂の中で真の頂点、最高峰の高度を誇るのがエボニー、黒炭、学名ディオスピロスエブナムです。黒炭、高級ピアノの鍵盤や漆黒の高級家具で有名なあの黒炭ですね。気管密度は驚異の PP 大イコール 1.00g パーセンチメートル3乗。つまり水に浮かないで沈む木です。ヤンカコードは衝撃の FJ 大イコール 3220lbf。ボールが当たっても表面の変形は皆無に等しく、金属的な金という響きとともに相手コートを突き破る貫通力抜群の最速ボールを弾き出します。エボニーの3220リブロフという数字には度肝を抜かれました。同じハードウッドのグループであるウェンジ、イピル、ハトバにはどんな特徴があるんでしょうか？ウェンジ、学名ミレッティア・ローレンティアは、気管密度、ロー小なり 0.85 小なり 0.88g パーセンチメートル3乗、ヤンカコード FJ 小なり 1930lbf。黒褐色の美しい縞模様を持ち、前陣でのピッチの速いスマッシュや、相手の猛攻を前陣でピタッと止める鉄壁のブロック性能をブレードに与えてくれます。相手の威力をそのまま跳ね返す壁になってくれるんですね。そうです。イピルメルバウも同様に強力な壁性能を発揮します。そして非常にマニアックかつ面白いのがハトバです。気管密のローイコール 0.71g パーセンチメートルキューブ、ヤンカコード FJ イコール2820ポンドと超絶に硬くて重いため、0.3 ミリくらいの極薄の上板としてのみ使用されます。極薄の上板として一体どんな芯材と組み合わせるんですか？なんと最軽量で柔らかいバルサ材と組み合わせるんです。表面は鉄板のように硬いハトバ、中はふわふわのバルサ。この極端な二面性ギャップによって粒高ラバーなどを貼った際に
相手の回転を狂わせる不規則なナックル変化と予測不可能な変調反発を生み出すことができるんですよ。全26種子の中でもひときわロマンと神秘性に満ちているのが希少特殊組織樹脂である近視南木ゴールデンフィービーです。ケンジさん、この木材について詳しく教えていただけますか？喜んで。近視南木、学名フィービーゼナンは中国原産の極めて希少なクスノキ科の樹種で、かつては皇帝の玉座や宮殿にしか使われなかった高級木材です。基幹密度ローイコール 0.54 から 0.58 グラムパーセンチメートル酸性、約540から580キログラムパーメートル酸性、ヤンカコード FJ イコール500から750 LBF です。解剖学的には銅管が均一に分布する三鋼材構造なのですが、最大の秘密は細胞壁の中身にあります。細胞壁の中身、一体何が入っているんですか？細胞壁の中に粘弾性を持つテルペノイド系抽出成分と、なんと微細なシリカ、ケイ素、ガラスの原料と同種の結晶をぎっしりと蓄積しているんです。光を当てると金色の糸のように輝くのはこのためなのですが、材料科学的にはこのシリカと樹脂成分が極めて高い内部摩擦と優れた振動減衰能を発揮します。シリカの結晶が不快な振動を吸収してくれるんですか？そうなんです。打撃時に響く嫌な雑振動を完璧にカットし、ボールが当たった芯、スイートスポットの位置だけをクリアに浮き彫りにする水晶のように透明感のある打球感を提供してくれます。ボールを深く包み込む球持ちと、狙った場所に完璧に落とせるコントロール性能を極限まで両立させてくれる唯一無二の弟子です。透明感のある打球感、一度でいいから打ってみたいです。さらに数千年前の木漏れ木を使ったものもあるんですよね。はい、数千年の歳月を経て地中で無酸素状態で化石化した埋もれ木サブフォシルナンムは、細胞壁に地下水からミネラルが沈着結晶化しており、木材の質感を保ったまま高度が激変しています。打った瞬間に澄み切った共鳴音とともに凄まじい反発エネルギーを発揮する、まさに奇跡の素材ですね。ここまで26種子のドラマチックなストーリーと物理特性を見てきましたが、ここで一度全樹脂の物理パラメータを表で一覧比較してみましょう。はい、用具研究者や用具マニアにとっても貴重な物理特性マスターテーブルの主要データを振り返ってみましょう。基幹密度は最軽のバルサ 0.10g パーセンチメートル3乗から最高峰のエボニ 1.00 プラス g パーセンチメートル3乗まで実に10倍の開きがあり、ヤンカコードも 67lbf から 3220lbf まで約48倍の差があることが一目瞭然です。一覧で比較すると壮観ですね。基幹密度は最軽のバルサから最高峰のエボニーまで実に10倍の開きがあり、ヤンカコードも67パウンドリフトから3220パウンドリフトまで約48倍もの差があることが一目瞭然です。これほど豊富な木材データを踏まえて、プレイヤーはどのように自分に合ったブレードを選べばよいのでしょうか。実践的な組み合わせの最適解を教えてください。レポートが提示する理論的最適解は非常にクリアです。卓球ラケットは単一の木材で評価するのではなく、プレイヤーの技術的な目的に応じて上板、添板、芯材の3つの層の物理特性を正しく組み合わせることが肝心です。現代卓球においては大きく2つのスタイル別に最適構成が整理されます。ぜひその2つの最強パターンを具体的に教えてください。まず1つ目は回転量と高い弧線&ボールの安定性を最重視する中高陣ドライブ主戦型です。このスタイルにはリンバやヒノキまたは近視南北といった食いつきと粘弾性に優れる上板に、スプルースのバネ効果を持つ添板、そしてアユースのマイルドで復元力の高い芯材を組み合わせたしなりたわみ復元重視の構成がベストマッチします。ボールをしっかり掴んで強烈なスピンと伸びのあるドライブを放てる構成ですね。ではもう一つのパターンは2つ目は現代のプラスチックボール環境において前陣でのピッチの速さ、弾きの速さ、貫通力を追求する前陣速攻カウンター攻撃型です。こちらにはウォルナットやコト、あるいはローズウッドやエボニーといった超硬質な金床効果を生む上板に、キリやバルサといった軽量で高周波振動を抑える芯材、
またはアリレートカーボンなどの特殊素材を挟み込んだ光合成高初速重視の構成が圧倒的な威力を誇ります。自分のプレイスタイルがスピンコントラール型なのかスピードピッチ型なのかによって目指すべき木材の層別構成がはっきりと見えてきますね。ケンジさん、本日は本当にありがとうございました。卓球ラケットという小さな既製品の裏側にこれほど深く壮大な材料科学と設計思想が隠されていたなんて感動で胸がいっぱいです。こちらこそ熱心に聞いていただいてありがとうございました。信頼できるデータベース、例えばスクリブドで公開されているウッドタイプス&マテリアルズ4テーブルテニスブレイズスやステルビノー .net の TT ブレイズデータベース、レブスピン .net の分析ブログ、テーブルテニスデイリーでのマニアックな用具議論、新天スポーツの構造解説などでも実証されている通り、木材の物理スペックを正しく読み解くことこそが用具選びで失敗しないための唯一の確実な指針になります。動画をご覧の視聴者様もぜひ一度ご自身の愛用ラケットの側面をじっくり観察してどんな木材がどの層に使われているか確かめてみてくださいね。自分のプレイスタイルに完璧にフィットする最高の相棒がきっと見つかるはずです。木材の特性と構造力学を知ることで卓球のプレイも用具選びももっと面白く深くなっていきます。それでは本日の解説はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。